皆さん、おはようございます。昨晩、新日本海フェリー浜那須で小樽入りし、オーセントホテルに宿泊しました。SHK グループのホテルとあって、乗船チケットを提示で、宿泊費を割引していただけるんです。これはお得です。小樽といえば小樽運河ですよね。小樽は明治期の北海道開拓とともに栄えた海運の町で、とてもノスタルジックな街で素敵です。ホテル近くにある中華食堂、慶園であんかけ焼きそばと味噌ラーメンを食べてきましたよ。お値段はこんな感じでした。あんかけ焼きそばも味噌ラーメンもとても美味しかったです。また小樽に来ることがあったら行きたいお店です。いつもナレーションをしているこの私、花熊千冬がいるではないですか。小樽街巡りのイベントに参加していたみたいです。今から苫小牧へ移動するので、小樽駅にやってきました。構内にある窓の前に吊るされたガラス製のランプが、さらにノスタルジックな雰囲気を演出しているようでした。小樽駅にあるスタンプが可愛くて気に入りました。ホームの柱にもランプが灯っているんですよ。快速で南千歳に向かい、乗り換えて苫小牧へ向かいます。苫小牧駅に到着しました。日高本線で苫小牧から浜厚間まで国鉄型機動車キハ40に乗車します。キハ40の北海道色だとばかり思っていたら、珍しい宗谷線急行色が入っていてびっくりしました。日高本線は24駅が廃線となり、現在は苫小牧、湧福、浜厚間、向川の4つの駅だけです。15時20分、苫小牧駅を出発です。苫小牧駅から数キロ続く直線区間を走行します。右手の苫小牧貨物駅の横を通過します。ここで苫小牧駅から一緒に走ってきた室蘭本線とお別れです。この辺りは原野が広がり、鹿やキタキツネなどの野生動物が生息しています。吾妻川を渡ると間もなく浜厚間駅です。浜厚間駅は無人駅で、駅舎には国鉄時代に使われてきた貨物の車掌車を改造したものが使われています。浜厚間駅に到着です。数日前にタクシー会社の方に浜厚間駅に着く20分前に電話をくださいということで OK をいただいていたのですが、電話をすると無理だと言われ、かなり焦りました。ここで焦っても仕方がないので、駅舎内を見ることにしました。時刻表や運賃表などがあって、フェリー乗り場へのマップも書かれていました。一応、
浜松間駅は新日本海フェリーの最寄り駅ですからね。鹿や熊が出ないようにと願いながら、徒歩で東港へ向かうことにいたしました。途中の橋の街灯に海猫さんが止まっていましたよ。あと少しで東港です。無事、苫小牧東港に到着しました。間もなくするとライラックが入港してくるので見てみたいと思います。寄港便のライラックが見えてきましたよ。入港するシーンを見ることができて嬉しいな。去年、ユーカリに乗船し、今回、姉妹船のライラックに乗船できるなんて夢のようです。このフェリーは三菱重工ではなく、石川島播磨重工が建造したフェリーです。2002年4月就航の古いフェリーなのですが、客室のバリエーションがとても豊富で、2017年に一度改装したこともあって内装はどうなのかな。明るい時間の入港シーンは迫力があります。前回乗船した浜那須よりも長さが短い 199.9 メートルですが、旅客定員はこちらの方が多く乗船できます。フェリーの作業員の方がロープをぐるぐる回しながら投げる姿は、まるで獲物を狙うカーボーイのようでした。着岸シーンは長いので早送りでお送りします。着岸が完了しました。これから清掃員が乗り込み、約2時間で清掃を完了するのは大変な作業だと思います。いつも綺麗な船内はこの方たちのおかげですからね。目の前からライラックを見てみましょう。やっぱり大きいよね。早く乗船したいな。さて、苫小牧東港フェリーターミナルへ入りますよ。まだ時間が早いようなので受付カウンターには人はいませんでした。エスカレーターで2階の待合スペースへ行ってみましょう。2階の待合スペースには早い時間から結構人が来ていますね。厚真町のゆるキャラ、あつまるくんがお出迎えです。今回の新日本海フェリーライラックのルートマップを見てみましょう。苫小牧東港を出港し、秋田港、新潟港、そして敦賀港に到着する寄港便で34時間かかります。航海距離は1074キロです。ちなみに直行便は20時間で苫小牧東港から敦賀港まで行けます。乗船開始の18時55分になりましたので、乗船いたしましょう。東港からは何度か乗船していますが、今回、南行きの寄港便、そしてライラックに初乗船ということもあって、ワクワク、ドキドキ感がもう大変なことになっています。乗船しましたよ。
乗船したらまず案内所で乗船チケットを見せ、お部屋のキーをいただきます。3層吹き抜けのエントランスには3本のオブジェが立っていました。なかなか良い感じです。お部屋に向かいましょう。階段で3階から5階へ移動です。メッキの手すりはきれいに磨き上げられ、古いフェリーとは思えない感じです。最近のフェリーはエントランス付近にパブリックスペースを設けることが多く、話し声が結構聞こえますが、このフェリーはエントランス付近にパブリックスペースがほとんどないため、話し声がほとんど聞こえないのがいいですね。今回のお部屋はデラックス B 洋室バリアフリー部屋です。このお部屋は前に乗船したユーカリと同じお部屋でとても楽しみです。バリアフリー部屋のため、扉はスライドドアです。うわぁ、広いお部屋だこと。このお部屋でこれから34時間の船旅ができるのは嬉しいです。広いベッドテーブルとランプがあり、案内所への直通電話もあります。コンセントがあって、お部屋の照明スイッチ、目覚まし時計もあります。船内放送と BGM の切り替えスイッチがあって、ボリュームの調整もできます。机には椅子があって、テレビのリモコン、お部屋の説明、ティッシュボックス、湯飲みとグラス、ティーパックのお茶が置かれていました。青い袋にはドライヤー、そして湯沸かし器がありました。小さいテレビが置かれ、その下の開き戸の中には冷蔵庫が入っていました。ミネラルウォーターは持参したものです。スリッパは備え付けのものがクローゼットの前に置かれてありました。クローゼットの中には靴べら、消臭スプレー、ハンガーがありました。バリアフリーのお部屋だけあって、トイレ、洗面、バスタブととても広い作りになっています。なんとこのお部屋にはもう一つ扉があるのです。開けてみましょう。あれ、こちらにもトイレ、洗面、バスタブがあります。一つのお部屋に二つもついているんですよ。これはすごいね。間もなく出港の時間なので3階のサイドデッキへ来ました。人道橋がフェリーから離されるみたいです。こういう作業もついつい見たくなるんです。人道橋がシャクトリムシのように縮んでいきました。19時30分、苫小牧東港を出港いたしました。寄港便の34時間の船旅、楽しんできますね。
行ってきます。出港時にこの汽笛を聞かないと船旅が始まった気がしませんよね。海猫たちが飛び回って見送ってくれているようでした。船尾から出港したライラックは苫小牧東港内で180度回答し、船首を南に向け出港していきました。本日個室は満席と案内所に貼られていました。さすが夏休み初日ですね。出港も見届けたので、フェリーの楽しみの一つ、夕食を食べにレストランへ向かいたいと思います。新日本海フェリーといえば座席でタッチパネルから選ぶスタイルなんですが、このライラックはフードコートのように注文し、お知らせベルを持って座席で待機という形になっています。新日本海フェリーのお食事は美味しいのですが、お値段が高めなのでレストラン内は案外空いています。お知らせベルという古い方式なんですけど、なんかこれが他のフェリーより好きだったりします。料理が出来上がったみたいですよ。ここで料理を受け取ります。不思議に思ったのは、なんで麺出し口と書かれているのかな。とんかつとホワイト焼きカレー、そしてデザートにパンナコッタマンゴーソースをいただきました。どれを食べても美味しいのが新日本海フェリーさん。ごちそうさまでした。食事の後部屋に戻り、お風呂の準備をして4階にある大浴場へ向かいました。フェリーで食事も最高なんですが、大浴場もとてもいいんです。ザブンと疲れを取ってこよう。ふう、とても気持ちよかったな。3階の化粧室の奥にコインランドリーがあるので使ってみることにしました。洗濯物の乾燥が終わるまで3階エントランスで待つことにしました。このソファーがゆったりできるんです。こちらがライラックの案内図ですよ。現在の位置がわかるモニターがありました。津軽海峡のど真ん中あたりを航行中です。消灯時間の22時を回っていたので、エントランスの一部の照明が消灯され、紫のネオンが艶やかでした。今日はいろいろと回ったので遊び疲れました。この辺りで寝たいと思います。早起きして朝日を見るぞ。おやすみなさい。おはようございます。現在朝4時14分です。眠い目をこすりながら4階の船尾デッキへ向かうことにします。静まり返ったカフェスペースを通り過ぎると、窓から外が晴れだとわかる空模様でした。どんな朝日が見れるのか楽しみです。いつも混んでいるプロムナードもこの時間は誰もいませんでした。たくさんの方が乗船なされているので、きっと誰か朝日を見に来ているかなと思って行ったら誰もいなかったです。こんな朝早くに来る物好きはいないのかな。あ、私がいるではないですか。お恥ずかしい。
白神山地があるあたりから日の出なのかな。白神山地は人の影響をほとんど受けていない世界最大級規模のブナ天然林があり、ユネスコ世界遺産に登録されているんですよ。一生に一度は訪れてみたい場所の一つなんです。フェリーからこんな素晴らしい景色を見ることができ、早起きした甲斐がありました。バッチリ目に焼き付けておかないとね。朝日が昇ってきましたよ。雲が多いけどこれはこれで素晴らしい景色です。こんな景色を独り占めできるなんて幸せだな。早朝の低い太陽の光線は何とも言えないぐらい良くて、フェリーの航跡を一層きれいに見ることができる魔法の光です。もう少しファンネルを近くで見ることができたらいいのにね。朝日の当たるファンネルはやっぱりいいな。現在朝5時です。少し船内を探索してみましょう。この時間にはカフェスペースには誰もいませんでした。普通はまだ寝ている時間ですよね。こういう時間が撮影のチャンスなので撮っておこう。3階のエントランスはこのような感じです。男鹿半島を回り込むようにして秋田フェリーターミナルを目指します。3階の案内所もまだ消灯したままでした。PC コーナーという場所なのかな。コンセントと照明がついていました。公衆電話は衛星回線で、携帯電話がつながらない時でも使えるので便利です。3階には自動販売機コーナーがあって、タバコ、ビール、ソフトドリンク、カップヌードル、アイスの自動販売機がありました。まもなく姉妹線のユーカリとのすれ違いなので、4階線尾にあるデッキにやってきました。これは逃すことのできないイベントですよね。北行きのユーカリ、南行きのライラックは秋田港沖ですれ違います。お互い汽笛を鳴らして安全を確認し合っているようでした。秋田港には洋上風力発電の大きなプロペラが回っていて、とても壮観な景色を見ることができます。
海猫たちがお出迎えしてくれました。秋田フェリーターミナルの沖で180度回答し、船尾からバックで入港していきます。背の高いタワーはセリオンという143メートルあるタワーです。なんと6272枚の強化ガラスで囲まれたガラスタワーなんです。海猫さんを見るとついつい撮影したくなってしまう根っからの鳥好きなのです。秋田港の入港を見届けて朝食を食べにレストランにやってきました。今日は朝が早かったのでお腹ペコペコです。朝からカレーライス、そして和風プレートセットを注文しました。いただきます。レストランには私たち以外誰もいなかったです。ごちそうさまでした。とても美味しかったです。プロムナードの途中にゲームコーナーがあったので見てみましょう。なかなか広いゲームコーナーでいろいろとゲームがありましたよ。昔ボーリング場なんかでよく見かけたエアホッケーもありました。同じ4階にショップもあるので少し覗いてみましょう。北海道、秋田、新潟のお土産があって、お土産を買い忘れてもフェリー内で買うことができるのは嬉しいな。佐渡牛乳のキャラメル、六花亭の大平原、堀の夕張メロンピュアゼリーを購入しました。全部美味しかったです。秋田フェリーターミナルの神道京都フェリーが切り離され、そろそろ出港です。8時35分、秋田港を出港です。セリオン、またね。朝に下船するのがいつものパターンだけど、こうして朝の出港を見れるのはなんか新鮮だな。この汽笛を聞くとなんか嬉しくなるな。秋田港の作業員の方が手を振って見送ってくださいました。ありがとうございました。行ってきます。秋田港を出ると、たくさんの風力発電のプロペラの回る姿を見ることができます。秋田港の入出港の際は、
皆さんもデッキで見てくださいね。新潟港に向けてライラックが大きく弧を描きながら曲がるシーンは圧巻であります。あ、メロンパンの販売を忘れていました。急いで4階カフェへ。なんとか2個残っていましたので無事購入できました。こちらがメロンパンです。販売時間が限定なので欲しい方はお早めにね。秋田を出港後、船内クイズラリーが開催されました。さあ、挑戦するぞ。クイズの問題は船内に5つあるので探してみましょう。回答用紙をエントランスに設置している回収ボックスに入れると完了です。当たりますように。昼食まで少し時間があったので3階のサイドデッキから海を眺めることにしました。たまにイルカがフェリーの横を泳ぐシーンを見ることができます。今日は残念ながら現れなかったですけどね。昼食を食べに4階レストランにやってきました。日本海航路特製イカ丼と新潟冷やしふのりそばをいただきました。こちらもとても美味しかったです。朝も昼もあまり混んでいる様子はなく、ゆったりとお食事ができました。食事の後、エントランスに行くとクイズラリーの正解発表と当選者が案内所の前に張り出されていました。なんとパンフレット型マグネットが当選しました。やったね。お昼のエントランスは外からの光で明るく、夜とはまた違った顔を見せます。新潟県北部の日本海に浮かぶ粟島が見えてきました。周囲約23キロの小さな島です。ちなみに香川県にも粟島があるんですよ。こちらは南米ボリビアのウユニ塩湖のような鏡のように空が映し出された風景が撮影できる有名な島です。新潟港にかなり近づいてきましたよ。波も風もほとんどなく穏やかな海で、フェリーの航跡だけが浮かび上がっているようでした。新潟港は信濃川の河口に位置するため、川の濁りが水面上を覆ってしまい、フェリーのスクリューで重い海水が巻き上がり、航跡のところだけがクリアになっていました。信濃川は日本一長い川と小学生の頃社会の授業で習いましたよね。
新潟フェリーターミナルに着岸するため、フェリーを180度回転させ、船尾から入港です。15時30分、新潟港に入港しました。新潟港に着いた時なら展望ルームが空いているのではないかと思い、撮影に向かいました。途中ステート B のお部屋が清掃のため、ドアが開けられ、かなりの人が新潟で降りたと思われます。こちらが4階のフォワードサロンです。選手にある展望ルームはいいですよね。フォワードサロンの下の階に、喫煙家には嬉しいスモーキングルームという展望ルームがあります。残念ながら今回はカーテンが閉じられていました。今回この時間にやってきたのは、撮影ともう一つ、佐渡汽船のジェットフォイルが新潟港に入ってくるからです。やっぱりジェットフォイルは早いね。いつか佐渡島に行くことがあったら、乗船してみたい船です。新潟港から2回目の船内クイズラリーの開催です。再度、挑戦してみました。クイズの問題は船内に5つあるので、探してみましょう。回答用紙をエントランスに設置している回収ボックスに入れると完了です。1回目当たったから当たらないだろうね。新潟港を出港しました。3度の出港シーンが見れるのが寄港便のいいところです。汽笛も鳴らしていただけて満足です。作業員の方が手を振って見送ってくださいました。ありがとうございます。行ってきます。敦賀港まで残り13時間の船旅です。新潟郊外から大きくカーブし、新潟県、石川県と岸寄りを航行します。佐渡島が見えていますね。佐渡島は江戸時代に鉱山開発が本格化し、金鉱山の島として知られるようになったそうです。そして2024年に世界文化遺産に登録されました。ライラックやユーカリはサイドデッキに出れるのがいいです。南行きの場合はこのサイドデッキが夕日を見るには一番良い場所です。夕日より夕日に照らされる鱗雲の方が気になります。これからどんな感じに色づいていくか楽しみです。佐渡島の島影と茜色の夕日、そして鱗雲がとても綺麗でした。こういうのが見れるというのも船旅の醍醐味です。雲に阻まれて残念ながら海に沈む夕日は見れなかったです。けど夕日に染まった鱗雲が見れてよかったです。船尾デッキにも行ってみましょう。現在、佐渡島の最西端にある沢崎花灯台付近を航行中です。4階レストラン奥の船尾デッキからは、
このような感じで夕日を見ることができます。夕日を夢中で撮影していたら夕食に間に合わず、仕方なくお部屋でカップ麺をいただきました。エントランスに行くと、2回目のクイズラリーの正解発表と当選者が案内所の前に貼り出されていました。あ、なんと2度目のパンフレット型マグネットが当選していました。しかも同じデザインですよ。今日は朝日、夕日、秋田、新潟港に入出港、船内クイズラリーとイベントが盛りだくさんで楽しい一日でした。明日は敦賀港に朝5時30分に到着なので早めに寝ることといたします。おやすみなさい。おはようございます。現在朝4時20分です。早速、朝日を船尾デッキへ見に行くことにいたします。敦賀港に朝5時30分の到着とあって、プロムナードに数人の方が座っておられました。4階の船尾デッキに出てみましょう。まだ少し暗く、朝日はまだまだみたいです。朝日が昇る方には山があるので、入港中に朝日を見れるかどうか心配ではあります。三日月さんがまだ空に輝いていました。マジックアワーで空のグラデーションがとても綺麗です。いつも横から見るファンネルですが、こうして後ろから見るのもいいものです。マップを見ると、敦賀湾の入り口あたりに入ってきました。航跡を見ていると、赤熊さんですかと視聴者さんにお声をかけていただきました。お話をさせていただいている中でたくさんのフェリー愛を感じました。やっぱりフェリーファン同士は分かり合えますね。なかなか視聴者さんとお話しできる機会もなかったので嬉しかったです。敦賀湾に新日本海フェリー水仙が停泊していました。あれ、こんなところにいるなんてどうしたんでしょうね。敦賀新港に伸びている防波堤の内側に入るため、弧を描きながら敦賀フェリーターミナルへ入ります。着岸するため、船首を180度回答し、船尾から入港です。沖に停泊している水仙と敦賀フェリーターミナルです。いつも思うのですが、こんな大きなフェリーをしかも船尾から着岸するなんてすごいです。オーバーランしたら大変なことになりそう。今回お世話になったデラックス B 洋室ともお別れです。ありがとうございました。下船です。長い航海お疲れ様でした。ありがとう。ライラックまたね。歩きながらフェリー全体を眺めることができる、ここの人道橋が好きです。敦賀フェリーターミナルの2階、3階はガラス張りでできており、開放感が半端ないです。どうでしたか？新日本海フェリーライラックの寄港便は。フ
フェリーに乗船するならこちらを押します。そんな存在です。皆さんもぜひこの寄港便に乗船し、船旅を満喫してみてはいかがでしょうか。 JR 敦賀駅まではフェリーターミナル玄関前に連絡バスが待っていますので、迷うことなく JR 敦賀駅まで行けるのでとても便利です。12分ほどで JR 敦賀駅に到着です。敦賀駅はとても広いので、列車の時間を考えて行動しないと乗り遅れるので注意が必要ですよ。敦賀から京都まで特急サンダーバード2号に乗車いたします。約1時間ほどの乗車です。鴨川を越えるあたりから京都タワーが見えてきましたよ。京都タワーを見るとなんか日常生活へ戻ってきたかのようです。今回の新日本海フェリーライラックの動画はこれでおしまいです。長い時間のご視聴をありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。